はい、2次元のトゥリーを書くことができたので、今度は、3次元ですね。3次元をこう書いていきたいんですけど、2次元のツリーは枝を回転する、平面がですね、必ず XY 平面に乗っかっているので、回転の軸が必ず Z 軸に定まっていましたよね。なので、このベクトルを回転するときに Z 軸を中心に、あるアングルという角度で回転すればよかったんですけど、3次元を回転するときは角度を2つ考えなければいけないので少しややこしくなるんですね。ちょっとその辺の話を先にしときたいんですけど、ポーラーコーディネートで、検索して画像を見ていただくと、どれでもいいんですけど、これがわかりやすいかな。こういうふうに3次元上のある一点、この点ですね。この点を求めるときには、角度を使ってこの3次元上の空間の一点を求めるためには、2つの角度ですね。これを仮にアルファと呼んで、こっちをベータと呼ぶとしたら、まず XZ 平面を考えたときに、XZ 平面で、つまり Y 軸方向にアルファ、まず傾けた後、今度 XY 平面、つまり Z 軸を中心に、ベータ、傾けるわけですね。それで方向ベクトルが決まるんですけど、あとはその方向ベクトルに向かって長さ R の分だけベクトルを伸ばしてあげると、ある任意の空間、任意の点ですね。3次元空間上のある任意の点をこう求めることができるわけです。で、その時に、この X、Y、Z をアルファまず傾けた後ベータ傾けるということは、こういう XYZ のワールド座標を今度こういう、ここに E の、XYZ としましょうか。E の XYZ というふうにローカル座標に置き換えてるわけですね。で、このようにですね、3次元上の回転を考えるときは、アルファとベータという2つの角度によって、回転しなければいけなくて、その時にどの軸で回転させるかっていうのを常に意識しなければいけないので、2次元で回転させる時よりも少し複雑になります。なので、その辺のことを考慮しながら、まず先ほど書いたプログラムを少し変形していきましょう。プログラムに戻って、一旦これ消しましょうね。それで、メイン Python の中の xnum を1、ynum を1にしときましょう。とりあえず1個だけ書けばいいので。で、今度 TreePython に、移ってですね、MakeChildBranch、子供の枝を書く変数は後で直すので、一旦この17行目ですね、この MakeChildBranch を最初に生み出すところをコメントアウトしておきましょう。でこの状態で一旦、メイン Python を走らせてみると、1本だけ枝が引かれるというような状況になります。それでもう一回 TreePython に戻ってですね。で、ここから 3D に、していきたいんですけど、
先ほどはですね、最初の枝は、こういうふうにハードコーディングして、支点と終点を、配列でもう座標を与えてしまったので、最初の枝はどの木でも同じように、y 座標に向かって、y プラス座標に向かって1800伸びている枝が引かれています。ただですね、レフトブランチとライトブランチを計算したときに分かるように、結局は子供の枝を描くときに必要な情報っていうのは、まずはその子供の枝が始まる支点ですね。つまり親の終点の座標が分かってればいいのが1点目ですね。あとは親の枝の長さが分かってればいいわけです。で、あとは親の枝を引くときのXYZ のローカル座標系が分かってればいいんですね。で、この辺でちょっと言葉で説明するだけでは分かりにくいので、まずはちょっとそれを実際にコードを書いてみましょう。で、まずは、なので、先ほど言ったように、ここにパレントブランチの設定をしたいんですけど、ここでチャイルドブランチを計算するんですが、まず必要なのはパレントブランチの終点ですね。これが今、000の座標から始めたいので、これは与えておきましょう。で、次に必要なのが、レンジですね。これが1800ですね。その次に必要なのが、アクシスですね。アクシスを設定するときは、今、ローカル座標系をやりたいんですけど、一番最初は、通常の XYZ の座標を使いたいので、まず X 座標が、例えば100ですね。で、次に Y 座標が010ですね。で、次に Z 軸が001ですね。で、これが最初のデフォルトの座標系になるわけです。それで、ここまでで、親の枝が持ってるべき、情報はこれで十分で、次に子供にするときに、必要な情報は、2つありましたね。先ほどで言うと、スケールと角度です。なので、チャイルドパラメータをここで、設定しておくと、まずはアングルですね。これが、XY 平面上でどれだけ回転するかの角度になるので、アングル XY にしておきましょう。で、これを例えば今、45度傾けますとしておきましょうね。で、スケールを、1.0 にしておきましょうか。これも、そうですね。こうしておきましょう。それで、いよいよ子供の視点と終点を求めたいわけですね。スタートポイントとエンドポイントをこう求めたいわけです。なんですけど、
旦ちょっとここコメントアウトしといて、はい、ここで、子供のブランチのスタートポイントとエンドポイントを求めるにあたって、まずですね、このローカル、親のX 軸、Y 軸、Z 軸ですね。これローカル座標を、この角度で、座標を回転させます。で、これをやるときに、フォア分で i で in のレンジで、3回回転させればいい。座標が3つあるので、これを、それぞれの軸を、このアングルで回転させたいんですね。なので、そっか。そしたら、アクシスで、ごめんなさい。アクシス、いつにしときましょうか。これで、ここで、U アクシスが、こうなっとくと、アクシスは RF のベクターロテイトして、この時に、このまず X 軸を、Z 軸で、このローカルの Z 軸で回転させればいいので、これがニューアクシスですね。このアクシスをローカルの Z 軸で回転させればいいので、このアクシスの2番目で回転させるわけです。で、これ、X 軸も Y 軸も Z 軸も同じく、このアクシスの2番目の、0、1、2なので、Z 軸で回転させようとしているわけですね。こうすると、この親が持っていた座標軸が、今子供の座標軸、XY 平面上で、つまり Z 軸を中心に45度傾けるように、ここでローカル座標に変換するわけですね。で、ここでできたニューアクシスを、このニューアクシスズの中にアペンドすると。こうすると、子供の座標系がここでできるわけですね。で、子供の座標系がこれでできたので、子供の座標系がこれでできたので、枝の方向は、Y 軸に沿って枝を伸ばすとすると、新しく回転した Y 軸方向が、子供の枝の方向ベクトルになるわけです。なので、このニューアクシスズの Y 軸方向なので1番ですね。これが、子供の枝のベクトル方向になるわけです。これで、こう決まったので、子供の方向ベクトルが決まったので、今、ベクトルの長さは1なので、
いいんですけど、例えばこれ300、300、300とかにしとくと、まあ、軸、X 軸、Y 軸、Z 軸が、300、300、300の長さを持ってるとすると、先ほど、ここでやったのと同じように、ベクトルをユニタイズしておきましょうかね。これを、RS のベクトルユニタイズしといて、これで長さ1、新しく、ここで45度傾けたわけですね。この3つの座標軸を全部45度傾けたのが新しいローカル座標系なんですけど、これの Y 軸が枝が伸びる方向なので、その Y 軸をまず長さ1にユニタイズして、その後、スケールするわけですね。親の長さが、このレンジに入ってますね。1800なので、これは、ベクタースケールで、このユニタイズしたベクターを、親の長さかける子供のスケールにかけてあげると、子供の枝の、方向ベクトルがこれで定まるわけです。そうすると、ここで求めようとしていた、ニュースタートポイントとニューエンドポイントがようやく求まって、ニュースタートポイントは、親のエンドポイントと同じなので、これは、EPT ですね。で、ニューエンドポイントは、この方向ベクトルと視点ベクトルを足したものなので、RS のベクターアットにして、親の終点とここで求めた、方向ベクトルですね。これを足したものが、終点になります。これで視点と終点が求まったので、ようやくブランチを、インスタンス化することができて、ニュースタートポイントが、視点、ニューエンドポイントが終点になります。で、これで、このブランチ図の中に、新しくできたブランチをアペンドすると。そうするとようやく最初の1本が引けるわけです。ちょっとやってみましょうか。メインに行ってリセットして、トゥリーの28行目、変数が、2つ与えてられてるけど3つ必要だ。28行目。そうか。ここが、ごめんなさい。もう一回ちょっとこれ消しますね。まず最初に変換したいベクトルを与えて、2つ目の引数に角度を与えて、3つ目の引数が回転軸ですね。今2つしか書いてませんでした。なので、最初はこの座標ですね。X 軸を回転させて、その回転させる角度はこのアングル XY ですね。それで、軸がこの親の軸の、Z 軸で回転させたいので、こういう感じですね。これでいけると思います。はい。
そうすると、トップからちょっと見てみましょうか。これを何をやってるかというと、XY 方向に今45度傾けたわけですね。何もしないと、これ何もしないと、この Y 軸方向に1800の長さで、最初の枝が引かれるんですけど、今、この最初の親の枝に対して、XY 軸で、例えば30度傾けるとすると、ごめんなさい、こっちか。こういうふうに最初に引かれてた親の枝に対して、30度傾けたものが引かれるということですね。でこれは実は3次元、まだ2次元か。ごめんなさい。これはまだ2次元になっていますね。これは、ここで Z 軸方向で回転させているので、2次元になっているわけです。ここまでやると、先ほどは最初の枝をハードコーディングして、Y 終点も1800、0、1800、0っていうふうに与えましたけど、ここで仮想的な親の終点、つまり子供の枝の支点、ここですね、000を与えて、で、元の枝の仮想的な元の親の枝の長さを1800に設定して、で、もともと親が持ってたローカル座標をこの XYZ 軸に設定して、で今から子供の枝を作りましょうっていう時に回転する角度を30度、スケールを1にすると。これを0にしておきましょうか。これに0にすると、結局ここでは、ここで設定した親の座標をここで回転させてるわけでしょう。回転させてるわけですけど、0度。だけど結局0度なので、このローカル座標は変わらないわけですね。で、ここで、このローカル座標のこいつですね。Y 軸方向を方向ベクトルにして、それを長さ1に正規化した後、親の長さ、つまり1800ですね。1800に子供のスケール1をかけると、結局親の長さと同じで1800の線が、引かれるわけです。このベクトルの大きさ1800になるわけですね。で、新しく引かれる子供の枝のスタートポイントが仮想的に設定した親の終点と同じなので、これがエンドポイントになって、で、子供の枝の終点がこのベクトルに、視点を足したものですね。視点っていうのは前の親の終点と同じなので、こいつですね。これで視点と終点が定まったので、ここで、ようやく最初の枝を描くことができるということです。で、なんでこんなめんどくさいことをやってるかという話なんですけど、ここで、元の親の枝の情報を使って子供の枝を計算してますよね。で、さっきはここは、元の親の情報はなくて、いきなり、この1個目の枝の情報を与えたんですけど、仮想的に元の親の枝の情報を与えることによって、最初の枝も、こっちで書いている子供の枝を計算するのと同じように、
仮想的な親の情報から子供の枝を計算するわけです。つまりやり方を揃えたんですね。親の情報をもとに子供の情報を計算する。こっちも親の情報をもとに、子供の枝の情報を計算するというふうにやってあげると、ここのやり方も、ここのやり方も、レフトブランチの計算の仕方も、ライトブランチの計算の仕方も3つ揃うわけです。で、同じものが3回出てくるので、これを1つにまとめると簡単そうだなっていうのが分かってくると思うんですけど、なので狙いとしては、最初の枝も先ほどの枝分かれした枝のやり方と同じように、元の親の情報から計算するってやり方で揃えることによって、同じような式を3つここで計算してたのを今から1つにまとめたいという狙いなんですね。ちょっとくどくどと長く説明しちゃったので少し分かりにくかったかもしれないんですけど、ここまでやってきたことの狙いは、そういうことです。同じことを3回やるんじゃなくて、もっと簡単に1つにまとめようと今からしてるわけです。